空が青いなはい、おはようございます。今日は4月の12日日曜日でございます。ということでね、最近ね暖かくなってまいりまして、はい、暖房もいらないしね、あとね、入り口のドアをね、開けっぱなしに、する時間がね、長くなってきたんですよ。はい、そしたらね、なんとまた、スズメじゃねえや、ツバメのピーちゃんがね、はい、多分東南アジア行って、で日本の冬をね、避けるために東南アジア帰って、それでまた東南アジアから、帰ってきました。はい、またねピーちゃんがねこのお店の中をね飛び回ったり、あとこちら側ね巣があるんですけども、そこに、またどうやら卵を産みにね、帰ってきたような感じいたします。はい、ということでまたピーちゃんのね、季節になってまいりました。いやー、ツバメっていうのはねすごいですよね。何千キロも離れた、ところに渡り鳥としてね渡って、そしてまた暖かくなってくると日本へ戻ってくると。はい、ということで、何カ国語喋れるんですかね。はい、日本語だけじゃないんですかねなんてね考えちゃったりなんかして、はいということで、今日もいい天気になりましたんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、今年もねピーちゃんが帰ってまいりました。東南アジアからねはるばる戻ってきまして、ピーちゃんがねどうやら卵を産んでいるような感じでございます。はい、こちらね、昔ね、昔じゃねえや去年ね、ピーちゃんがね巣作ったとこなんですけど、最終的にね卵から生まれてカラスにやられて巣を落っことされたんですよね。はい、ですのでちょっとね今年はね考えたいと思います。はい、それじゃあね以前ね、便利屋の仕事で、勝浦の方の、工事ね、させていただいたんですけど、そちらのね、社長からですね、こちらじゃーんドローンをね、ちょっとお借りしましてですね、はい、ちょっといろいろ屋根上のね状況をちょっと知りたくてですね、はい、ここのリサイクルショップもそうですけど、あとフットラボの方もね、ちょっと上空どうなってるのかね、はい、知りたくてお借りしましたんで、ちょっとこれで遊んでみたいと思います。はい、でね昔ホビードローンというのはねやったことあるんですけど、もう表で飛ばすとですね風に流されて終わりみたいな感じでね、室内だったらいいんですけど、これはね、自動制御っつって、自動でこうホバリングできるように、風吹いてきてもこうちゃんと自動でね、調整するような、ちょっといいやつなんですよ。はい、DJI のやつね。DJI の、なんだっけ、ミニ SE ってやつ。はい、なので、ちょっとこれでねちょっと遊んで、これカメラもついてますんでね、録画したやつをちょっとこの後お見せしたいと思います。ということで、
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、外はいい天気でなっております。はい、暖かくなりまして、天気も、非常にいい天気でございます。はい、ということでね、今日はこれから帰って、またね、農業×AI、ラズベリーパイ×ノートレッド、はい、の方をね、テストしていきたいと思います。はい、ということでね、皆さんね、困難にぶち当たった時にね、僕の好きな言葉があるんですけども、はい、神様は乗り越えられる試練しか与えないということでね、何か困難に当たった時にですね、はい、これはですね、神様はですね、この人は乗り越えられるだろうと、必ず乗り越えるはずだと思って試練を与えているわけでございますね。はい、ですので乗り越えられない試練は与えないということが、僕の教訓となっておりまして、はい、何かね困難にぶち当たった時、壁にぶち当たった時にこれはね、必ず乗り越えられるはずだと、そういう試練しか神様はね与えないので、こいつは乗り越えられねえだろうなと思ってた人には試練は与えませんのでね。はい、ということで、今日も、頑張って、やっていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということでフッツラボへドローンいたします。ドローンということで午後からフッツラボの方に戻ってまいりました。はい、ということでね、今日はですね、こちら、農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドということで、今まではね、LINE で、温度って入れると、5個のセンサーのね、温度データが上がってくると、 LINE に通知されると。で、今度水オンって LINE で入れると、今はラズベリーパイの、LED が点灯すると。で水オフってやると、LED が消灯すると、そこまでやっとできるようになったわけでございますね。はい、あと、温度データをグラフで表示するっていうのもできるようになりましたね。はい、で今日はですね、ある温度20何度以上になったら、LED を点灯する。で何度以下になったら LED を消灯すると、そういう今日はプログラムをやっていきたいと思います。でこれ何に使うかというと、何度以上になったら電磁弁を開いて水道を流すと。で何度以下になったら電磁弁を止めると、そういうようなね、に応用させるために、まずは、温度で、LED を消灯点灯させると、そういうことをね今日はやっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、じゃあね、今日はねここのね5個の温度センサー、ここの1つだけなんですけど選んで、この、温度が、何度にしようかな。今20度ぐらいだから、23度ぐらいになったらこのね、LED が点灯すると。で、22度以下になったらショートすると、そういうようなね、新しく、ちょっとフローを作って、テストしていきたいと思います。ということでね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあまずね、このセンサーをねちょっと手で温めますね。でこれね、今10秒ごとに温度測って、今何度ですってやってるんですけど、今 24.5 度、見えますかね。よいしょ。今 24.5 度。ちょっとこれでね手で温めます。そうすると28度、それでねつきました。はい、ということで、今28度達成したんで、今点灯してますね。でこれがまた今度下がってきますね。今解放したんで、そうすると今度ですね、
25.6 度、25.5 度、25.0 度、25度。はい、これで消えました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、やっと、温度28度以上になると LED が点灯して、24度以上以下になると LED が消えると。そこまで、やっとね、進みました。はい。で、これを LED で今、オンオフでやったんですけど、今度はね、こちら、水道の電池弁っていうんですけど、これに、リレーをつけて、そして、LED がこれの代わりになりまして、電池弁を閉じる、開くっていうね、はい、こちらの方の回路に、変えて今度はね、テストしていきたいと思います。ということでね、ちょっとまだまだ、進みません。なかなかね、進みませんけども、はい、地道にやっていきたいと思います。コツコツとね、やっていきたいと思います。ということで、ぜひ皆さんお付き合いください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月